成仏するには内なる悪に勝利しきらなければならない。内なる悪に勝利するには外なる悪と戦う。偏見で自分が悪人と思った人、その人を排除すればいいっていう考え方は、それ外なる悪と戦ってることにならないんですよ。外なる悪との戦いに勝利するっていうことがどういうことなのか。でも創価学会で大馬本って意外とみんな読んでるのかなっていうか、大馬本こそ勉強してほしい。いくら幹部とかでもやっぱありますやん。嫉妬とかで人間関係こじらせるの結構あると思うし、自分の悪の生命と向き合う機会になるんで、大馬本ってここをクリアしないとやっぱ成仏できないんですよ。では今回ね、河本。いやカオスな時代に入ってきましたが、そうですね。今僕が最も大事だと思うことはですね、やっぱ悪と向き合うことだと思うんですよね。悪と向き合うこと。はい。ただここで言う悪っていうのは自分自身の中の悪ですよ。ここの自分自身の悪と向き合うっていうところをちょっとおろそかにするとですね、善の自分の生命とだけと向き合ってると、いざという時に悪の生命が出てきてコントロールできなくなっちゃうっていうか、なるほど。今そこを刺激される時期だと思うんですよ。時期的にね。そこの悪が出てきた時に偏見の心が出てきやすい時期に、どういう振る舞いができるのか。大事ですね。ここの悪の部分っていうところと向き合ってない幹部だったり学会の人が多いっていうふうには僕は思ってたので、その印象はありますね。いざという時に差別のここが出ちゃってるような気がします。なんかね、いかにも正論かましてそうな雰囲気を出して、すっげえ偏見を会館の大広間でぶちまけるっていう僕は苦手でしたね。あれは大変失礼しました。一応ねこれも悪かもしれない。ただ言えることは、自分の悪の生命に打ち勝ってこそ善なんだっていうことですね。そういった内容です。はい。悪と戦い打ち勝ってこそ善悪不に。斉藤牧口先生は公益を善というと定義されています。法華経は万人を成仏へと導く経典です。その意味で法華経は最高の公益、最高の善を目指していると言えますね。池田、それが仏の心でもある。故に仏は極善です。しかしそれは仏の生命に悪がないということではない。悪は可能性として仏の生命にも備わっている。しかし最高の善を目指し悪と戦い抜いているがゆえに仏は善なのです。大聖人は善に背くを悪と言い、悪に背くを善という。故に心の他に善なく悪なしと仰せです。善も悪も実体ではない。空であり関係性によって生ずる。だからこそ絶えず善に向かっていく心が大事であり、行動が大事なのです。須田、その点について東大義章にはこうあります。難解ですが、神女の妙理もまたまた格のごとし、一妙神女の利なりといえども、悪縁に会えば迷いとなり、善縁に会えば悟りとなる。悟りはすなわち発性なり、迷いはすなわち無明なり。例えば人、夢に種々の善悪の業を見、夢覚めて後にこれを思えば、我が一心に見るところの夢なるがごとし。一心は発性神女の一理なり、夢の善悪は名語の無明発性なり。格のごとく心を売れば悪名の無明を捨て、前後の発性を元となすべきなり。生命の実相は善悪不二であり、善も悪も生命に備わっている。だからこそ実践の上では発性を根本とし、善を目指さなければならないと。池田、そう仏法は勝負です。限りなき闘争です。釈尊が台場だったに勝ったからこそ、台場の悪が釈尊の善を証明することになった。悪に負けてしまえば台場が善知識であったとはとても言えない。虎先生は明快に言われています。台場だったは釈迦一代にわたる方々の人で、一切世間の諸善を断じた。故に二善教では悪がなければもって健全を表すことができない。この故に台場だったは無数光以来常に釈尊と共にあって、釈迦は仏道を行じ、台場は非道を行じてきた。思考して互いに相啓発してきたものであると。しかるに対悪健全、悪に対して善を表すが終われば、
悪の全体はすなわちこれ善である。故に法華経では善悪不二、邪正一如、逆則是順、逆縁もすなわちこれ順縁となるのである。このことは二善教では未だ説かれなかった大抵の義である。悪もまた善を表す働きをするのであれば、悪の全体がそのまま善になります。まさに善悪不二です。しかし自然のままに放置していて悪が善になるのではない。悪と戦い、完膚なきまで打ち勝って初めて善悪不二となるのです。その意味で大馬本の悪人成仏とは、釈尊による善の勝利の偉大な証明です。勝利宣言です。その勝者の境外の高みに立って初めて、大馬が過去の善知識であり、自分の師匠であって、今世で自分の化道を助けてくれたのだと言えるのです。斎藤、あくまで事実というよりも、生命の理法を説かんがための説法ということでしょうか。池田、生命の真実であると言えるでしょう。大馬ダッタも生命の真実の姿においては善悪不二です。無明と発生が一体の妙法の統体です。釈尊が主とした過去世の大馬だったとは、実はこの妙法そのものだったと言えるのです。故に大聖人は、大馬は妙法蓮華経の別名なり、過去の時に足仙人なり、足仙人とは妙法の異名なり、と仰せです。釈尊も根源の妙法を主として成仏しました。そのことを大馬本では、釈尊が過去世に足仙人を師匠として修行し、成仏したという表現で示したと考えられます。遠藤、善悪不二というのは決して善も悪も同じだということではないですね。須田、そういう考え方だと、これは悪をも肯定してしまいます。日本天台宗が陥った本学思想のようになってしまう。そうではなく、常に善を創造し、悪をも善に変えていくというのが法華経の善悪不二論ですね。池田、そう、悪知識をも善知識に変えるのが妙法の力であり、苦悩をも喜びに変え、追い風に変えるのが信心の一念の力です。大馬本はこのことを教えているのです。日蓮大聖人は釈迦如来の御ためには大馬だったこそ第一の善知識なれ。今の世間を見るに、人をよくなす者は過当度よりも豪敵が人をばよくなしけるなり。釈迦如来の御ためには大馬だったこそ第一の善知識である。今の世間を見ると、人を立派にしていく者は味方よりもむしろ強敵が人を立派にしていくのですと言われている。成仏するには内なる悪に勝利しきらなければならない。具体的には外なる悪と戦い勝たねばならない。悪と戦うことによって生命が鍛えられ清められ成仏するのです。極悪と戦うから極善になるのです。自分の生命を鍛え成仏させてくれるという本質論から見たときには、その極悪も師匠とさえ言えるのです。故にポイントは、極悪の大馬だったをも過去の師匠なりと説く釈尊の大勝利の境外にあります。勝ったからこそそう言えるのです。勝ったからこそ仏なのです。日蓮大聖人も大勝利されたからこそこう仰せなのです。日蓮が仏にならん第一の加藤度は影信、発子には良寛、道隆、道阿弥陀仏と平の左衛門の城、高度の増正ずんば、いかでか法華経の行者とはなるべきと、ご本仏を迫害した悪の存在をも善に変えてしまわれた。実際、大聖人や釈尊のそういう戦いの模範があったからこそ、後世の私どもは正道がどこにあるかわかる。その意味で大馬も平の左衛門の城たちも反面教師として後世に善の道を示してくれていると言えるでしょう。創価学会もありとあらゆる迫害、弾圧、策謀に全部打ち勝ってきました。その戦いによって皆の信心が深まり強くなった。難もなく簡単に光線ルフができたら期待の場がなく成仏する修行の場がなくなってしまう。難即前進です。煩悩即菩提です。一切の苦悩を即幸福へのエンジンとしていくのです。一切の悪を善の炎が癒まして燃え盛るための焚き木としていくのです。成仏するには内なる悪に勝利しきらなければならないと。内なる悪ってのは
やっぱ嫉妬の心だったり、煩悩ですか。顕示枠、マスコミが言うようなことをそのまま信じちゃって偏見で悪人に思っちゃったりね。そうっすね。内なる悪に勝利するには外なる悪と戦う、ありますが、ここ結構ねポイントであって、偏見で自分が悪人と思った人、その人を排除すればいいっていう考え方は、それ外なる悪と戦ってることにならないんですよね。これその通りですね。外にある魔との戦いなんですな。これはまたややこしい話だが人を排除すればいいという戦いじゃなくて、排除したり分断させることは勝利にはならないっていうことですよね。でしょうね。外なる悪との戦いに勝利するっていうことがどういうことなのかっていうことを、今一度考えていく時なのかな。僕個人的にですけど、個人を批判するのは悪だなと思うんです、ただ行動を批判するのは善かなと思うんですよね。それはもちろん自分自身に対しても他人に対しても、それを言ってんのじゃないかなと僕は今思ったんですけど、絶対こう人格否定だけは悪だと思うんで、行動を正していく、行動をいい方にしていくっていうのが善の行動じゃないかなと僕は思うんですけどね。いいですね。ぜひ参考にしていただいて、ね、いいですか。あともう一個ですよ、僕大事にしてるのが、情報だとかその辺の知識を主体的に取りに行くのか、勝手にこうテレビみたいに流れてるのを勝手に入ってくるのかで、えらいスタンスが違うと思うんですけど、やっぱ前者の主体的に何かを掴みに行くっていう行動がないと、どうしても偏見っていうものが生まれるんじゃないかなと思うんで、俯瞰して物事を見るだとか、能動的にこう主体的に動いて情報を得に行くっていうことは大事にしてますね。その辺仏法的にはいかがでございましょう。受動的では偏見が起きてしまうと。僕はそう思ってます。起きやすくはなりますよね。そう起きやすくなるなと思って、特にこのショート動画とかね、リールとかもうポン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 出てくるじゃないですか、いやらしいなと思って、主体的に自分から情報を得に行く努力っていうところから偏見はなくなっていくっていうのはあるかもしれないですね。やっぱりね、学ぶ姿勢がまずあるかないかで全然アウトプットが違うと思うんですよね。それを簡単に見分けることができるなと思うのが、本読んでるか読んでないか、動画をただただ見てるだけの人っていうのも、ある程度の知識あると思うんですけど、浅いなって思うんですよね。自分でこう本を読むってすごい馬力がいるんで、そういうことができる人っていうのは本当、賢いなって見ちゃう俺厳しいですね。厳しいですか。でもその通りですよね、本を読むっていうのは自分と向き合ってるような感じもするしな、なんつうのかな、考えながら読むし、動画は何も考えなくても進んでいくもんね、話が、そう楽だけど、楽で効率いいなとは思うけども、大事なこの主体性だとか能動的にこう何かを掴みに行くっていう力は掴んだろうねって僕は思うんで、本を読むっていうことと本を読んでる人っていうのはちょっとそういう目で見てますね。そうですね。だって成功者みんなめちゃめちゃ読書家じゃん、で一つの案として本を読むっていう習慣は大事ですよね、と思います、もうちょっといきますね。斉藤、台場だった本の意義がぐっと深く感じられるようになりました。遠藤、それにしても台場本を初めて聞いた人はびっくりしたでしょうね。須田 A、 互角の台場だったが、たとえ懺悔したとしても成仏の儒教を受けるということは二禅教では到底ありえないことですから。斉藤、方便本で諸法実相が説かれ、理論的には実戒語句が分かっているはずです。しかしその法理が必然的に悪人成仏と女人成仏をも意味しているとは、シャリホツですら分からなかったかもしれませんね。池田、そうだね。後のところでどうしても女人成仏が信じられないと顔面なところを見せているからね。そういうシーンがあるんですけど、理論が分かっても生命はまだ無明に支配されていることが多いからです。だから生命を磨く実践が大切なのです。遠藤、本来一切主情の誰もが平等に成仏できるというのが法華経全体の心ですから、悪人であった台場だっただけを成仏から除外することはむしろ矛盾になってしまう。法華経の精神からすれば台場だったへの儒記は必然であると言えます。
大聖人も台場への呪気が地獄界諸具の仏界を表すと仰せられています。でも理論的に悪人も成仏できるってもう方便法の段階から言われてるんだけど、でもこういう実際のキャラクターとか出してそれでも成仏できるっていうことを表さないと実感として理論だけで終わっちゃうみたいなね。だから大場本って大事だよねっていう。そうですね。あと自分の悪の生命と向き合う機会になるんで大場本って。はいはいはい。だから平安時代は大場だった本が人気だったって話だったけど、へえ、ベストセラー。ベストセラーっていうかなんか書いてましたよ。なんかホッケ発酵とか言ってさ、ああ、はいはいはい。大場本になったら人が集まるみたいな。なんかにでも創価学科で大場本って意外とみんな読んでんのかなっていうか、大場本こそ勉強してほしいんだけど、すごい分かりやすいんですけど、まあ、ストーリーもあるし善悪もはっきりしてるから、ストーリーとしては面白いですよね、見てて。嫉妬の生命と向き合うことになるから自分の、これってやっぱいくら幹部とかでもやっぱありますやん、嫉妬とかで人間関係こじらせるみたいなことは結構あると思うしあれですよ、会社の後輩に僕が共学を教えてるって、で組織と関わりたくないって言ってたその子に、一回組織と関わったらどうだって言って、まあその人が勇気出してそこの地区の幹部の人に連絡取って、で家に来たと幹部が、でその時に自分は誰々っていう人に共学を教えてもらってるっていうことを言った時に、誰だその人みたいな感じになって、なんかその人じゃなくて自分についてこいって、学会活動しないと意味がないみたいな、そのわけのわからない人の話聞いとっても知らないみたいな感じの、なんか悪人になってんのよ俺は。わけのわからない人ガーネルわけのわからない俺も会ったことないんですよその人と、だけどなんかもう自分の地区の子っていうのがあるから、こう勝手に悪人にされちゃってるっていうね。なんでそうなるんだろうね。取られたみたいな感じもあるかもしれない。別になんか悪いことして変な方になったんだったら、おいおいどんなやつだってなるけど、別にね、よくわかんない。これ台場の心ね、台場本と向き合うことで、あ、これ自分今台場の心だったんだっていうことが分かってくれりゃええわけですよ。勉強不足か。台場本やるとすごい自分のことが分かるんだよ。で正直台場だったの気持ちだとかそういうのも分からんくはないですもん、全然。いやめちゃめちゃ共感するからね。共感するところめっちゃありますもん。だから一切衆生の誰もが平等に成仏できるっていうのを、リアルに踏み込んだ話っていうか、ここをクリアしないとやっぱ成仏できないんですよ。ここが大変なんだよね、やっぱり。でしょうね。いきます。はい。斉藤、考えてみれば台場だったと同じような悪の生命は誰の中にもあるわけですから、悪を具している者が成仏できないというのであれば誰も成仏できないことになってしまいます。つまり悪人の成仏、不成仏は悪人だけの問題ではない。実は一切衆生の成仏の問題だったわけです。これは前に二条の成仏のところでも論じました。池田、十界五具の法理とはいわば仏の中にも悪があり、悪人の中にも仏性があるということです。それを端的に示したのが台場だったの成仏です。だから台場だったの成仏が解かれなければ法華経は完結しないとも言えるでしょう。